あ、止まってくれるかなタクシー。あ、タクシー。よかったよかった、来てくれた。こんなところにタクシー走ってるんですね。助かった。助かった。よいしょ。お願いします。お願いします。じゃあちょっと一旦どこまでかな。ちょっと今お酒いっぱい飲んじゃったんで、動物がいいですね。動物と触れ合いたい気分なんですけど。動物か。じゃあちょっとなんかフクロウにそう、なんかこの前変なペットショップに行って、変なペットショップ、クソでかいなんかインコ、本当に2、3メートルぐらいあるインコを見てしまったんだよ。2、3メートルのインコですか？そうそうそう。でちょっとなんか自分の中で鳥ブームが来てるから、なんかオウムカフェみたいな、フクロウカフェだ。フクロウカフェまでお願いします。お願いします。近くにあるかな。クソデカインコちょっと気になるんですけど。いや本当にびっくりしたのが、まあ本当にごくごく普通のペットショップだったんだけど、中入ったら入り口にマジでなんか巨大な檻があって、何がいるんだって思って見てみたら、本当に誇張抜きに2メートルぐらいのでかさの2メートル。本当にそれインコですか？なんか一応形としてはオウムなんだけど、種類としてはインコって書いてあった。すごっ。そんなのいるんだ。最初もうぬいぐるみとか置物かなって思ったら目がギョロって動いたから、本物なんだって。すごっ。でそのインコ、なんか寿命とかがやばくて寿命やばい。60年から80年生きるらしい。60年から人じゃないですかそれ。でも人だよね。それ人ですね。鳥でそんなに長生きするんだってちょっとびっくりしたんだよ。それ本当に普通のペットショップですか？普通じゃなかったのかもしんない。確かに、変なペットショップではあるかも。で値段がね、確か200万ぐらいだったっけな。200万。でもさ、200万で6、7、80年生きてくれるってすごいコスパ良くない？確かにねえ。しかも人より可愛いしねえ。なんなら僕らが死んじゃったとしても、生きててくれるから、なんか死んじゃう悲しみがなくて、確かにいいかもしれない。それ買いに行こうかな。買いに行ってよ。でも200万か。200万だった気する。200万は無理かも。倒したペット系の YouTube を始めようよ。確かに。そう2メートルのインコチャンネル。そうしかもそんなでかいインコ飼ってたらさ、友達とか家に呼んでビビらせられる。確かに泥棒とか退散してくかも。いやそういやこれ売ってるペットショップ後で教えるから。ありがとうございます。買いに行って。買いに行きます。今ペットって飼ってる？ペット飼ってないですね。そうだったんだ。なんか猫とか飼ってるイメージあったけど何もなかったのか。命怖くて、自分以外の。それはなんか死んじゃうからとかそういう意味？死んじゃうからもあるし、そのペットって僕の行動次第じゃないですか、命が。確かに責任が伴ってしまうからね。それがちょっと怖くて。わかる、気持ちはわかるけどね。でもやっぱペット飼ってると、わりかしアニマルセラピーって言葉があるけど、あれはねマジだと思う。マジですか？本当になんかね、鬱になりづらくなるよ。マシラさんって何飼ってるんですか？うちはね猫を飼ってるんだよ。猫。
いいな猫。猫はね楽なんですよ。楽なことありますか？そうまず自動猫トイレ、自動猫トイレ、自動餌やり機、そして自動水やり機をね搭載しているから、もうねもう飼ってるとかじゃなくてね、いるだけあ、すごっ。そんな自動システムがあるんですね。そうなんだよ。だから猫はね散歩とかも行かなくていいし、はいはいはい、そんなに泣かないからマジで楽だよ。確かになんか一緒に暮らしてる感あるかも。そしたらそうおすすめ。猫は初心者向きだ。じゃあ猫でも2メートルのインコ飼ったら猫やられちゃう？多分食われる食われちゃいますよね。多分食べるね、あのインコは。2メートル待ったらさすがに。そうだね。本当にね見た目がね不死鳥みたいな感じでかっこいいんだよ。かっこよ。いいな。でもあれはさすがに食べるね、多分動物を。確かに。じゃあダメか。気をつけた方がいい。じゃあ2メートルの猫を飼えばいいってことですか？2メートルの猫は存在するかもね。なんか確か海外にいた気がする。クソデカ猫が。それなんか長いの？いやもう長いとかじゃなくてでかいでかいそれなんかチーターとかだったりしないんですか？なんか名前忘れたけど、でもその本当にチーターとかに近かった気がする。へえ。鳴き声が超怖いよ。超怖い。ほぼライオンみたいな鳴き声してた。それは猫かなだけかも。猫かなだけなのかもしんない。いやちょっとダメだな。僕が食べられる。飼えないか。飼えないかも。確かに怖いな。それは怖いで思い出したけど、はいはい。ちょっといきなり話が変わるけどね、ホラー映画って見る？ホラー映画全然見ないかも。見ないか。でワカメさん結構さ音楽とかのジャンル、ホラーだったりそのいわゆる怖いを題材にしたものが多いじゃん。はい。どこでなんかその怖いを摂取してる？なんか僕びっくりが苦手なんですよ。だからホラーは好きなんですけどびっくりは苦手ってなると、文字とか、なるほど、インターネットに書かれてるホラー文章とかがメインになりますね。なるほどね。びっくりが苦手か。でもそれはね多分ワカメさんね、ホラーをまだ最大限楽しめてないかもしれないよ。楽しめてない？やっぱそのね、僕は思うのはびっくりするってことは基本的にさマイナスなイメージじゃん。でもねマイナスになったならプラスにしなきゃいけないんだよ。なるほど。じゃあどうするのかっていうと、素直に驚いていいんだよ。素直に驚く。そう驚き方はもう人それぞれだけど、単純なのはやっぱ叫ぶこと。叫ぶことによってストレスを発散させてプラスに戻すんだよ。なんかでも聞きますね。ホラー映画で叫んでストレス発散って。そう逆になんかねびっくりが苦手な人ってやっぱ耐えちゃうんだよ。怖いのが起きたらビクってなって怖いでも叫べないみたいな感じになって耐えちゃうから苦手意識が生まれちゃうんだよ。なるほど。そうかも、耐えなきゃいいのか。怖いものは怖いんだから怖がっていいんだよ。なるほど。それがねホラー映画とか、そのびっくり系を楽しむコツだよ。ちょっとじゃあなんかおすすめ映画教えてもらったりできます？いいよ。もう最近やっぱねホラー映画はね、だいぶ豊富になってきて、特に去年がすごかったんだけど、僕結構いろんなホラー映画見てきたんだけど、去年のちょうど6月頃やってたドールハウスっていうね。ドールハウス聞いたことあるかな？初めて聞いたかも。本当？あらすじはごくごくね普通の娘をね亡くしてしまった家庭の元に、女の子の人形がやってきて、その人形を可愛がっていくうちに、人形が動き出すみたいなごくある人形系ホラーなんだけど、これがねマジ今まで見たホラー映画の中でも割と上位に来るレベルの怖さだし、かつ面白かったんだよ。ストーリー的に？
そう、ストーリー的に面白いし、へえ。あと結末も割とね好みだった。ドールハウス絶対見ます。ドールハウスはねマジで怖いよ。マジで怖い。でも真城さんが言うマジで怖いはじゃあマジなんでしょうね。いやマジマジマジだし、去年になると本当それこそ背筋さんが書いた近畿地方のとある場所にの映画、あ、そっか、あれ去年か。そうそうそう、あれとかもね、あれ見たわ。あれでも小説の方しか読んでないから映像は見てないんだけど。あ、小説見てるなら多分楽しめると思うな。見た上で楽しめるの？やっぱなんかよくその忠実に再現してるなっていう部分が多い。へえ。ちょっと怖がってるちょっとあれ結構文章でも怖かったから楽しみかも。いやあれとてもいいよ。なんかニコ生部分とか、各短編みたいな感じが凝縮された話じゃん。それとかもねちゃんと短編に分けたりして、で一つのストーリーにまとめたりしてるからね、とてもよくできた映画だと思う。すごい。あれ映画ってどうやってやんだろう。それは見てからのお楽しみだよじゃあ絶対見ます。っていう感じでやっぱ最近はやっぱホラー映画ね結構豊作が多いと思うな。なるほど。確かになんか最近ホラーコンテンツみたいなの多いですよね。多くなってきたねマジで。でもホラーって結構ジャンルあるじゃないですか。こう怪異から逃げる系とか、あとなんだろう、びっくり系もそうだし、人が怖いとか、どれが一番好きとかあるんですか？僕はね結構そのわからない系が一番好きかな。わからない系。ホラーってやっぱりなんかネタバラシすると怖くなくなっちゃうものが多い気がしてて。確かに。だから怪異とかに関しては最後までもうなんだか存在がわからない状態で終わってほしいんだよね。いやわかる。そうかも僕も。だからわからない系ホラーが一番好きかも。確かに。なんか後味の悪い感じがいいですよね。じゃあドールハウスおすすめだね。嘘なんかびっくりじゃなくて結構ストレス発散っていうよりはこうなんかあと見終わった後の気持ち悪さをちょっと余韻浸りたいみたいなのがあるんですよね。いいねいいね。だからなんかこう鬱になるような作品とかも結構好きでちょっと鬱になる作品最近じゃなくてもいいから何かおすすめある？最近じゃなくてもいい。でも本当に直近で摂取したものだと、うつおの恋だったかな。なんか聞いたことあるかも。っていうフリーゲームがあって、それすごいすっごい嫌な気持ちになる。なんか制作者さんの実話をテーマにしてるらしいんですよ。ちょっと待って、これ僕ね、知ってる。知ってます？やっぱこの有名なホラーゲームだから、配信でやりたいなと思ってたんだけど、ダメって言われちゃったんだよね。その作者さんってよりは、運営からこれダメだって。確かに。でも配信じゃダメかも。ダメっぽいなんかちょっと内容だよね。内容はそうかもね。ざっくりでいいからあらすじみたいなわかる？ざっくりなんかよくあるこう学校でいじめられてる系主人公系っていうかはあれなんですけどのなんか始まりなんですけど、こうなんか見えてる世界があって主人公の、その見えてる世界がすごいとにかく歪んでるんですよ。こうなんか多分主人公目線でやってるんですけど、主人公のキャラがこう人のグラフィックじゃなくてゾンビなんですよね。でなんかこうなんかこう人形とかもあるんですけど、人形が話したり精神世界の描写が結構多くて。それはなんか主人公の脳みそに疾患があるとかそういうわけではなくて？
わけそういう感じでも、そういう感じがあるかもしれないけど、結構その、自罰的というか、こうなんかとにかくいじめられてるし、こういじめられてるのは自分が悪いよねっていう精神なんですよ、主人公が。なるほど。それがその精神世界に行くと、なんか人形が喋ったりとか、お前が悪いみたいないうのがあって、途中でちょっといい方向行くんですよね。なんか救世主が現れて的な、そこでも結構こう精神世界が邪魔してきたりみたいな感じですね。いやでもなんかいじめっていう内容の時点で、結構救いがなさそうな感じがするな。そうですね、見終わった後3日ぐらい暗い気持ちになってよかったです。よかったのかあれなんですけど。でもわかる。たまになんか鬱になりたい気分ある、ありますよね。あるある。ちょっとでもこれうつおの恋はあれなんですけど、恋愛アニメというか、恋愛アニメは好んで見ないんですけど、こうなんか失恋系のアニメが好きで失恋あんまり想像できないな。見たことあるかはあれなんですけど、トラドラとか、でもトラドラは一応僕も見たことあるけど、失恋なんか、失恋か。トラドラもなんか四角関係ぐらいじゃないですか。そうだね。負けヒロインがいるっていうか、そう負けヒロインに感情移入しながら見るのがすごい良くて変わってるな失恋の瞬間が一番いいですよね僕わりかしなんかもうヒロインがこれ絶対結ばれるなって、自信持って見ちゃうから、逆にそのヒロインが負けになっちゃうとってなっていい気持ちになるのかもしれないけど、なかなかそういう作品ってないから。ないですね。どうなんだろうな。僕逆にでも純愛は見ないかな。なんか複雑な人間関係でこじれてほしいって思ってる。こじれてほしいめちゃくちゃ変わってる。でもそういうところがなんかクリエイターたらしめる要因なのかもしれないなで出てますかね、作品に。出てるななんか鑑賞マゾっていうらしいです、これを。鑑賞マゾ鑑賞マゾヒストっていう言葉が、そのなんていうんですかね、こうそういう失恋が好きな界隈があって。失恋が好きな界隈失恋が好きな界隈だとちょっと語弊がありますねでもやっぱ恋愛映画は失恋を目当てに見てますね。そっか。でもそれも言うなれば鬱ではあるもんね。そうですね。いいな。でもちょっと僕も最近だいぶちょっと鬱を摂取できてないから、なんか摂取したくなってきたな。鬱の摂取いいのかなわりかしなんかで、僕結構いい鬱が来ると拍手しちゃうかもしれない。確かに。なんか制作者に対してこんなよく思いつくなって拍手しちゃうな。あるかも。僕進撃の巨人でそれありました。進撃はすごいね。あれはもう天才だよ。あれも鬱要素があっていいですね。ねえ進撃も大好きだな。そういえば進撃はわりかし1巻の時点です。12話の時点で鬱になっちゃうからね。いろんな鬱が一本の作品で入ってていいですよね。鬱詰め合わせみたいな。でもそういう意味で言うとやはり僕も同じように人がなんか死んでる作品が結構好きかもしんない人が死んでる作品。そう、死なないとなんか面白くねえなって思っちゃういやわかるかももちろんジャンルとかでね、それは分かれるだろうけども。確かに
あ、こんな鬱の話してたらそろそろ動物と触れ合える時間が。お、ここフクロウがいるんですか？こんなところに。フクロウいると思うよ。2メートルのフクロウだといいな。2メートルフクロウも結構ね、顔怖いフクロウとかいて面白いからね、行こう。楽しみ。すいません、じゃあここで。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いやいやいや、本日もありがとうございました。お疲れ様でした。飲み会ですね。そうですね。疲れました。飲み会でしたね。気疲れしました。ザ飲み会って感じでしたね。意味あるんすか飲み会ってね、やめたらよくないですか？もう飲み会帰りにそれを。そう意味ないんですか飲み会って何かがあるかもしれないと思って毎回行くんですけど。そうですよね。でも9割方何もないじゃないですか、でやめたらよくないですか今日もそんなこと考えながらいたんですか？そうしょうもないなんか何やってんのか分かんない TikToker みたいなやついたじゃないですかああいうやつに話しかけられると何喋っていいんだろうなこいつとってそうなります。確かにって言っちゃうとな確かにって言っちゃうと中村さんの公式見解はしょうもない TikToker と喋ることはないでよろしいですしょうもない TikToker なんかいないということにさせてくださいTikToker なんて9割方しょうもないでしょ止まんないじゃないですかごめんなさい、鬱憤が飲み会で飲み会のイライラが鬱憤がいやだからその、なんていうんですかね、本当に意味ありそうな、カテゴリーで縛られた5人とかの飲み会だったら意味あると思うんですけど、今日みたいななんか雑多なインフルエンサーもいれば広告代理店の人もいればみたいな、ギュッとまとめた20人みたいな飲み会って意味ないじゃないですか。まあ確かにその飲み会は確かに意味薄いのかもしれないんですけど、そうですよね、結構有意義な飲み会もあるんじゃないですか。例えばなんですか？僕やっぱり稽古場とかやっぱ演劇師飲みたがるんですけど、コロナ禍で一回本当に飲み会ありましたね。そのものが消滅した緊急事態宣言とかの、時期ありましたね。でもし演劇も特にお客さんと対面でやるんで、飲み会やってコロナ禍終わった後も結構飲み会やって誰かかかっちゃってやばいね、公演中止やばい。ありましたね。そういえば演劇で感染拡大してんじゃないかみたいな、クラスターでみたいなのでだいぶ問題になったんで、かなりナイーブになってたんですよ、本当に飲み会自体がなくなって打ち上げもないみたいな、もちろんやりませんみたいなスタンスになって、僕結構助かった側だったんですよね最初。演劇人なのに飲み会嫌いなんですか？そんなに得意ではなくて、行けば楽しいんですけど、なんかなくてもいいかなって思ってたんですけど、なんかこの間本当に久々に顔合わせって言って稽古の最初にみんなで挨拶して、僕の嫌いな言葉ナンバーワン、顔合わせ意味のない時間だろそれと思います。演劇本当にやらない方がいいかもしれない顔合わせばっかりあります。僕演劇業界に入ったら嫌いなことばっかりで死ぬと思います。とんでもないストレスにさらされてごめんなさい顔合わせ終わりに久々に飲み
会になったんですよ、飲もうみたいになって、で結構それで距離が俳優同士の距離が縮まって、稽古場かなりいい空気になったんですよね。もちろんその気にしなきゃいけない部分ってかなり多いんですけど、今ハラスメントの演劇、やっぱそのハラスメントが起こりやすい環境ではあるんで、めちゃくちゃ問題になってましたね一時期ね。本当に常に問題になってるんで、それも気をつけなきゃいけないんですけど、そんな単純に仲良くなって稽古の質が上がったなみたいな感覚はあったんですよね。なんでそんなに悪でもないのか飲み会っていう気づきが最近あったんですけど。でもその別のところで仲良くなったらよくないですか？それが難しいんですよ。酒入ってないと無理なんですか？どうやって人誘ってます？僕人誘えないっす。誘えないですか？人誘うの無理。意外です。本当ですか？いけそう？意外とどうですか今度みたいなのが。僕ね、社交性の皮をかぶってるだけで、社交性ないんですよ。めちゃくちゃ意外ですそれ。だからなんていうんですか、こういうタクシー乗り合わせるみたいな場があるならいくらでも喋れるるんですけど、自然に落ちてないじゃないですかそんな場って。そうですね。だから自分から好きな人を誘おうみたいになったら、なんか俺キモくねえかなってなっちゃって。なるほど。いやだからそこもね今悩みの一つで、もののけさんっていう YouTuber というかいろんなコントっぽいものを上げていらっしゃいますけど、もののけさんすごい昔から好きで、でもののけさんの YouTube 好きなのはもちろん、もののけのラジオ無双っていう本当にコアなファンしか聞いてないであろうものを僕全ての回聞いてて、相当大好きだから好きだっていうことをあちこち言ってたら、共通の友人がじゃあ飲み会セッティングしてあげるよって言って、その人ともののけさんと3人で飲んだんですよ。でなんか多分そんなに別に悪くなかったというか、ほどほど仲良くなって、で今後も仲良くできたらいいなって思ったまま9ヶ月が経過しています。9ヶ月ってなるともう難しいですよね。もう無理なんですよ。その回から1ヶ月とか2ヶ月でまた行きましょうよって言えれば多分次あったんですけど、9ヶ月経つとさ無理、よりキモいですよね。なんかそうなんですよ。なんか誘うの僕もすごい苦手で、怖いんじゃないかみたいな、僕みたいな大男が急に寄ってきて飲みませんかって。大男って感じもしないけどそんなでかいですか？なんか平均よりちょっとでかいんで、ちょっとでかいぐらいだと大男って言わないんですよ。なんかでかくて威圧感があることを忘れないようにしようと思って、人と関わる上で。でも分かりますで飲みに行きませんか、怖いんじゃないかっていうのはなかなか言えない。僕本当に言えないんですよ、一緒で、で飲み会ってセッティングされると、今回タクシーに乗ったみたいに、強制的にその場に一回みんな行く、立ち振る舞いはともかくみたいな、それも誰かが誘ってくれてるんですけど、本当はだからなんかそれでだいぶ救われたというか、それが得意な人たちがいるじゃないですか、仲良く、その誘ったり行ったり仲良くなったりみたいなのが分かるんですけど、それセッティングするやつがすごく上手だとめっちゃいい場になるじゃないですか。そうですね。でセッティングするやつがカスだとカスの場になるじゃないですか。カスの場に覚えはあります。カスの場センサーが働いた場合は用事がありますっていう言うんですけどね。いやびっくりしたことありますよ一回。なんていうんですかね、本当にインフルエンサーの中の一番下みたいなやつがインフルエンサー飲み会やりますみたいなこと言ってて、言葉が強いな。感じ悪すぎません僕。いやでもそうなんですよ。なんていうんですか、これだから僕はいいコンテンツ作ってる人好きだから、別にチャンネル登録者100人の YouTuber でもいいもの作ってる人は好きなんですよ。でも僕がインフルエンサーの一番下って言ってる理由は、そいつは何もしないでなんか著名人とかをなんとかコネで引っ張ってきてノーギャラで出させて自分のチャンネルに、その著名人の顔だけで再生数を稼いででも何もそいつ準備してないみたいなやつがセッティングする場所に呼ばれて、だからインフルエンサーの一番下のやつがセッティングしたなーって思いながらでもその回にはこの人が来ますよっていう情報があったから、じゃあ行くかっていうことで行ったら本当にカスの場でそいつがまず普通に話し込んでるから何もホストとしてのムーブをしないわけですよ。でしかもなんかクラブみたいなところに人集められてガヤガヤしてて何もない、ただ入ったらあとは己で生き残ってくれっていうスタイルで。本当にあるんですねそういう場が。ちょっとカスかも。じゃああれカスでしょ。僕ワーストかもしれないですね、インフルエンサーが集まる飲み会みたいなところで。なんかでもつながりゼロだとやっぱ厳しいですか？そういう場で
よっぽどセッティングうまくないと。そうですね。僕大学生の時は無の人間だったので、そういう場でも頑張ってなんかコミュニケーション取って今後につなげるぞみたいなことやってましたけどね、大人になってからそれやる必要ないから。そうですね、あんまり必要に駆られない気はですよね、知らん人ばっかりの場で何かをやってもどうせ効率悪いから頑張って売り込むみたいなこともしないですよね。しないですね。 YouTube で動画撮ってる方が多くの人にリーチして何かになるんだからって思うとそういう場行かなくなっちゃいましたね。なるほど。稽古場だとやっぱその1個目的が全員で1個あるんで、意味ありますよね。かなり有意義にはなってんじゃないかなって信じてるんですけどなんかでも僕の偏見ですけど、演劇人の飲み会ってダラダラ流そう演劇人の飲み会はダラダラ長いです。合ってましたね、やっぱり長いですね。推しの子でもダラダラ飲んでたじゃないですか。推しの子そんなシーンあるんですか？推しの子読んでないですか？読んでなくて。読んでないんだ。演劇に主人公が入ったりするシーンがあるんですけど、それもなんかもう演劇人って飲み会好きだなっつってなんか4次会とかまで行って、いやもう本当になんかそのイメージでしたけど、やっぱそうなんですね。本当に打ち上げとか好きなんですけど、2次会以降で楽しくなった試しがないんですよ。やめましょう。やめます。もう2次会はやめた方がいいです。僕も演劇人なんでダラダラ飲んじゃうんですね。始発とか迎えてみたいな。どうなんですか、中根さんはその人脈みたいなものを広げたいというか、それでしっかり仲良くなって仕事増やそうみたいな気持ちはあるんですか？そうですね。なんか今結構いろいろやらせていただけてて、なんかラジオとかも始まって、YouTube もやってて演劇もやってて、なんでなんかその中で楽しいことができそうな時はなんか積極的にお話をしてみたりとかはしてみてますけど、なんかそれが正しいのかもちょっと分かってないです、ね。なんかさ、その楽しいことがありそうだよって偽装してくる飲み会あるじゃないですか。そうなんですよ。一個もないじゃないですか、そういうやつ。なんか何も生まれなかったなんかそのあれがやばいですよね。マスコミの人がセッティングしてくれるいろいろな人を雑多に混ぜた異業種交流会のようなものだと思っていただければっていう12人ぐらいの飲み会が一番やばいですよね。そんな飲み会にあります。あるんですね。あります。毎回政治家からアーティストまでいろいろな人が集まる会ですって言われると面白くないですいやー怖い広告代理店のやついますね、大体そういう時ね。なるほどなるほど。で今回は電通かみたいな、今回博報堂かみたいな、差もつなげてくれそうな方が来て、でもなんかね、電通の人もね、そういう仕事くれるわけでもないしで電通とか組織が巨大すぎて、そいつの決裁権なんてないに等しいわけですよ。インフルエンサーに仕事を発注する立場にあるやつが来てないんでただ来てるだけの全然関係ない電通社員の方、そうでっかいクライアントのなんか商品開発企画を手伝ってますみたいな人が電通の名刺持ってくるんだけどこいつから俺に仕事発注される確率ゼロだなみたいな。そうですよね、確かに多いですね。いやなんか期待していっちゃうんですよね、そういう飲み会あると。やめましょう。もうそういうのやめます。そういうの全てやめてやってみます、ここで。なんかその生意気ですけど、結局我々 YouTuber でその YouTube に上げてたら見てくれる人は見てくれてるわけじゃないですか。そうですね。で仕事くれる人はどうせそこから連絡くれるわけで、もうそれでいいじゃないですか。本当に曖昧な飲み会全部断っていきたいですね。行きたいですね。なんかでもちょっと行っちゃうんでしょうね。今後も意志が弱いんで。僕もですこんなに言ってるのに面白いから行きます。僕は何なんですかね。で僕の場合は、二毛作みたいなのがあって、そうつまんない飲み会だったらつまんなかったよっていう話をこっそり有料ノートに書くとそれが売れるのでひどい飲み会ありました。売れましたよ。その僕がさっき言った人生ワーストかもしれないそのインフルエンサー飲み会行った時に、マジで面白くない TikToker に絡まれて最悪だったって話を1万文字かけて、やっぱ気になりますもんね。そいつの実名公開してやばいことだったらすげえわこいつが最悪で、だってもう僕はそいつと二度と共演 NG で構わないから。なるほど。それぐらい不愉快なことされたんですよ。怖いもんはないんですか？ありますあります。怖いもんあるから、そのこいつの悪口書くのはちょっと違うなって言って葛藤があります、己の中で。なるほど。なんかその結構アクセルを踏むじゃないですか。そうですね。それやらないと勝ちないと思ってます。すごいなと思ってて、僕まだめちゃくちゃ炎上怖いですもん。知っ
でもなんかてんてんはんでの感じだったらいろんなものを炎上せずにバカにできるあれ優秀なフォーマットじゃないですかコントっていうそうですね、コントって言っときゃ何でもバカにしていいんだから。でもなんかちょっとやっぱ路悪的になると、はいはい、結構チーム内でブレーキがかかりますね。真面目ですねチームの人、はい、もうこれはちょっとこの人が傷つくみたいな、へー、この人たち傷つくからやめようみたいな。僕今やりたいけど我慢してるやつが、はい、なんか意識高いポッドキャスターのモノマネなんですよすごいそれやりたくて。路悪的ですねでもさ、この例えばタクシー産業ってこういう可能性がいろいろあるわけじゃない。だからまあ広告でもなんとかでもシナジーが埋める領域っていろいろあると思うんだよねシナジーって一人が言ったのに対して、はい、それすっごい面白い視点っていうこれめっちゃやりたいですね。いいですね。僕の頭の中に3つぐらいあります。うちのチームだとやっぱブレーキかかります。これやらないですか。このレベルなら全然良くないですか。確かに実名出してないし。いやそうですね。結構微妙なラインではあるんですけど、はいはい、ちょっとなんか一回どうするこれみたいな、これちょっと誰か傷つくかもね。でも傷つけてなんぼでしょうがクリエイティブって人を喜ばせたり悲しませたり憎ませたりするもんだったんちゃうんか。その傷つくのも感動だとすると、いやそうなんですけど、やっぱりなんかその笑っててほしいがベースにうちのチームとしてもあるんですよね。腹立ちますねなんか笑っててほしい。いやだからそれ逃げじゃないですかね。でもいやでも逃げでもあると思います。笑いを最大化したかったら憎まれようっていうのあっていいんじゃないですか。やっぱ面白いですもんね。結局傷つけない笑い、傷つける笑いやってる人にカリスマ多いじゃないですか。多いですね。粗品さんとかね、はい、もう本当にバチバチいく人たちの中にカリスマが生まれる。やっぱ面白いからだろうなっていうのはありつつ、まだちょっとこのスタンス信じてたいみたいな気持ちもあるんですよ。僕はそのスタンスもとてもいいと思うんですけど、僕が唯一許せないのはやっぱり傷つけない笑いが一番いいよねって言っている何も考えてない消費者ですあいつ絶対許さないです僕は。そうですね。あれ許せんな。なんかその対立で生まれる笑いとかも絶対にあるし、面白いんで結局何も頭使わずに言えるじゃないですか。人を傷つけない笑いがやっぱり一番いいよねって、その感想許せないですね。割とブラックジョークとかも好きなんで、やりましょうよそれちょっとずつ。なんかどっかでやれればとは思うんですけど、でもなんかてんてんてんのコントでもこういう人をバカにしてるよなみたいなやつあった気しますけどね。あります。結構初期の方特にあると思います。何をバカにしてたんですか。なんですかね。アブちゃん一回バカにしました。バカにしたっていうか、そうなんだ。女王蜂のパロディみたいなやってバイオレンスってやつあったじゃないですか。バカにしたっていうかパロディをしたんですけど、それで二郎系のコールをやる。面白いコント。二郎好きですよね。二郎めっちゃ好きなんですよ。すぐ二郎のネタするなっていう。二郎しかネタが出ない時期があるんですよ全員に。何それ花粉症みたいなシーズンの病気があるんですね出るネタ二郎みたいな。二郎症の時期があるんだ。そうなんです結構二郎もいじりやすいんですよ。わかりますいっぱいありますよね。天地返しとか、コールとか床ベタベタとかやっぱ使いやすい。変な文化がいっぱいある。僕らも二郎好きでよく食べるんですけど、変だよねっていうのがベースにあるんで。わかりますいじりやすい。二郎に対しては結構路悪的なのかもしれない。二郎はもういじっていいと思って。いじっていいと思ってます。だからそれ社会的に容認されてるじゃないですか。二郎をいじっていいっていうのは。でそれに乗っかってるやつってそれただのポピュリズムなんで、それクリエイターじゃないんですよ。民主主義を保つための成熟した市民じゃないんですよね。点々反転はやばい。だからこれが社会的にバカにしちゃいけないと思っているものにも、いや我々はバカにしていくんだっていうそう世論に抗う力、これが民主主義の本質なので、まずいダメですよ。成熟した市民であってほしいですね僕は。堀本さんとずっと話してるとうちのチームが変わってしまいますなんか説得力が。いやだから変えていきましょう。その政治家の良くないところとかを上げつらうネタとかをやりましょう。いやだからもうそれこそ案出しの段階であるんですよやっぱり。あるんだ。早苗トークンいじったら面白いんじゃないかと。もちろんあるんですね。即飛びつきましたそれこそやりましょうよ。やっぱ政治的なものでやっぱ炎上するのは怖いよねとか。いじってほしいですけどね。早苗トークンいじりたいんですけど、なんとかトークンっていうそれわけわかんないものいっぱい出すとかできますよね。すぐショートコントに。ここはうちじゃいけないっていう。そうなんだ。政治はだからハードル高いにせよ、まだみんながいじってないものをちゃんといじっていってほしいですけどね。そうですね。なんか本当に今説得されそうになっててビビりました。あれとかどう思いました。
終わった人のウケツさんの人間ぶっ殺しゾーンのやつ、はいはいはい、あれとかどうです？めっちゃ面白かった。でもあれ結構怒ってたじゃないですか、ウケツファンが。はいはい、怒ってましたね。結局変な家そのものよりこっちの方が面白いっていうっていうクソコメがついてでそれに対してなんて失礼なやつらなんだ、確かに戦争してましたけど、ああいうのはやりたくないですか？いやでも本当に争いが苦手というか。あ、そうなんですね。そうなんですよ我々。でも演劇人ってなんか酒飲みながら、はい、演劇論を戦わせたりするんじゃないですか？そうですね、大体みんな反体制ですし。じゃあ戦いなさい。争いが嫌いな反体制ってなんですか？そんな自己矛盾みたいな。いやでも演劇人の方々は結構意外とガッと踏み込むんですけど、なんかネットに出るってネットに活動の中心をちょっとずらし始めた時に、我々もそのバランスが難しくって、演劇だと結構やってるんですよ。はいはい。その戦い反体制みたいな、権力者批判みたいな、なんとなく漠然とずっとテーマとしてあって、ネットに移っていく中でうちのチームがなんかそういう変化を遂げたんですよね。もう炎上を下げた方がいいんじゃないかみたいな。そう、避けようみたいな。ダサくないですか？いやそうかも。でももともと平山はあんまりそっちじゃなかったんですよ。とにかく笑わせる、おもろいことやりたいって、傷つけない、笑わせるっていうスタイルはあったんで、最初から原点のことをやってるだけですね。でもチームとしてはなんかその流れはあるはずなんですよね。反体制の流れはあるはずなんですけど、平山の作風で今その覆い隠してもらってる。なるほど。優しくしているって感じですね。優しくしてるって感じです。なるほどな。いや僕なんかすごいね、発信を見てると中村さん底意地悪いんだろうなっていや伝わっていろんなものを細かにしながら。本当です。ラジオで前喋ってたのが、結局人が一番怖いんだよねっていうホラー映画の感想、カスだっていうことを言ってたじゃないですか。あれだから僕も分かるんですよ。そういうこれ言っときゃいいだろみたいな感想を言うやつとかバカにしたいですよね。あれすごい腹立つんですよ。分かります。そういうのいっぱいあるでしょ。いっぱいあります。バカにしてった方がいい。確かに。ソロでやったら点々判定じゃなくて、なんか別で中村さんとして本当に嫌われて、個人でもいろんな粗品さんのチャンネルみたいないろんなものを切るとにかく怒ってやだなあれ粗品さんだから成立してるんだって嫌ですね。なんかその辺のよくわかんないやつがこいつショート上げてるやつだろみたいな。確かにお前どっちかというと切られる側だろ。いくらでも言われるだろお前みたいな。でもラランドさんってやるじゃないですか、その人をバカにするしますね。遺伝子レベルでつまんない飲み会っていう芸能界にいるつまんない社長めちゃくちゃサーヤさんってその芸能界をうろちょろするつまんない社長への憎しみすごいなって。全クリエイティブにそれあるじゃないですか。そこから出てる笑いがかなり多いです、ね。暇さえあれば全部その嫌な芸能界の社長の話するから、ライさんっていうさやさんがやってるバンドでもね、スケベなだけで金がないっていう一番嫌な社長の特徴を曲にしてあの曲すごいですよ。ずっとスケベなだけで金がないって言い続けるっていう。ですよね。すごいな。あれすごい。ああいうことじゃないですか、中村さんのやりたいもの。なんか僕自身は結構怒りがベースに、なんか感情のベースって人それぞれあるじゃないですか。なんかずっとうっすら悲しい人がいたりとか、うっすらハッピーな人がいたり、僕は結構なんかずっとうっすら怒ってはいるんですよ。めっちゃわかります。腹立つわみたいなことはあるんですけど、異業種交流会とかつまんないじゃないですか。つまんないです。僕そこからなんか作りたくて、やっぱりその異業種交流会なんでつまんないのかなって観察したら、結局みんな目的意識がなくて、なんとなく名刺交換して帰ってるからだなと思って、この中に嘘ついてるやつがいたら面白いなと全然弁護士じゃないのに弁護士です人狼みたいなことを始めてでだからそのイベントやったんですよ。異業種交流会人狼っていうすげえ。実際にやられたんですね。20人集めて、20人のうち5人は嘘をついています嘘をついている人を見抜いてくださいっていう。その人に喋っても全く意味ないですみたいなすごいなっていうイベントだったらそれ面白かったんで、僕それ怒りから作った結構いいイベント作ったなってすごいめちゃくちゃいいですよね。どうやって考えるんですか。その怒りがまずベースにあって、それを発露させるまでにいくつも手段があるわけじゃないですか。単純に怒ってもいいしみたいな。単純に怒るとやっぱ面白くないんで、なんか改善案出そうっていう、この一要素入れたら面白くなるんじゃないかっていうのを常に考えてましたね。ユーモアを信じてる。ダサダサでもそうですけど、ユーモアすごいダサいキャッチコピーになっちゃいましたけど
山野さんユーモアを信じて。そうですね、今せっかくつけていただいたキャッチコピーですが、お返しするんで、今後中村さん、いやツイッターのプロフィールに書いておいてください。ユーモアを信じている。すごい恥ずかしい。その X の中村ユーモアを信じている。仕事減りますって僕。一件も来なくなるわ仕事。本当に。でもこいつユーモア信じてるからなーって。でもつまんない社長からの仕事増えますよ多分。うわー、だからそう遺伝子レベルでつまんない飲み会開いてる社長からの仕事めっちゃ来ます。そしたら僕もノートを始めるしかなくなってしまう。そいつの悪口裏で書く説明をみたいな。マジで僕食えなかった時期20代前半で、つまんない社長に気に入られて仕事もらった時期あるんですけど、あの時期マジできつくて、つまんない社長が言うんすよ。いや堀本くん本当面白いね。うちの会社の名刺作っていいって言って、僕業務委託で入ってるんで、そんな義理ないんですけど、ああ嬉しいっすいいっすよって言ったら、でもねやっぱね君うちの会社の面白を担ってくれてるから、チーフ面白オフィサーっていう肩書きの名刺作ろうかなって言われて。すげえ。って言いました。いや作ってないです。よかった。なんとか作られないように、でも嫌ですとも言えないから、って知らない音を出して鳴き声みたいなのを上げて、それいいとも悪いとも取れない鳴き声で、世に1枚でも残ってたら終わりですね。受け取った人殺しに行かなきゃいけない。いや本当そうですよね。本当にめちゃくちゃな弱みになってましたよね。危なかったっすあれ。チーフ面白オフィサーなんでしょって言われちゃう。一生いじられますからね。言うこと聞かないといけなくなっちゃいますから。でもびっくりしたんですけど、そのチーフ面白オフィサーの名刺作ろうかって言ってた会社、やっぱ半年ぐらい経つと経営怪しくなってきて、いやそうです、仕事なくなるんですよね。そうなんだ。極端に面白くないやつの会社って潰れるっていう学びを得ましたそこで。いやすごい本当にいい例ですね。いますよそういうつまんなすぎて会社潰す人って。その棋士にノートを始めたきっかけっていうのは怒りですね。怒りベースでなんかね実名で結構、人バカにしちゃう記事とか、普通に無料ブログで書いてたんですけど、それやると結構訴訟起こしますよとか言われたりするんですよ。そのニュースピックスのとあるコンテンツをちょっといじったやつがむちゃくちゃバズって、やっぱニュースピックス側も訴訟起こしますよみたいなの来てで僕がまたそれを晒してみたいな時期があり、やり合ってみたいな。そうですね、それはそれでバチバチも戦って面白かったんですけど、でも全然疲れるなと。時給下がるじゃないですかそれって、揉めの部分が、コンテンツ作る部分と揉めの部分があったとして、その比率が揉めがだいぶ大きくなっちゃうんで、そうですね、無料部分でこっそり書こうと思って、なるほど。でそれで始めたのがきっかけですけど、でも結局あれでしたね。今購読者多分8000人ぐらいいるんですよ。すごい。だから8000人もいると結構普通に分別ない人が普通に読んで普通になんかねやいね言い出しちゃうんで、趣旨を理解せずに外で言い出しちゃうっていう。だから結局なんかあんま意味なくなったなと思って今困ってますね。いやなんかそれを何ですか、改善しようとして怒る、そのユーモアを交えて怒る。そうですね。でも基本的にはバカにしたいですよ。バカにしたいがあるんだけど、僕ただ口汚く罵ってる人嫌いなんですよ。こいつ本当しょうもないわとか、面白くないわって言ってるやつの方が面白くないから、なんか一工夫頑張って足そうっていう。すごい皮肉ではあるじゃないですか。そうですね。こうしたら改善できますよ。例えばさっきの人狼もそうですけど。そうですでもなんかそれいいですよね。社会前に進めてる感じが面白いですよね。でも点々ワンでの仕事もだからそういうことでしょ。これ言ってるやつつまんないなみたいなのをうまいこと切り出してコントにして、なんかちょっとこっちに寄せるというか、そうですよね。みんなをこういうのやってるやつってつまんないんだよっていう、確かに妙だねみたいなイデオロギーを与えていくっていう、だからもうやってることを別に社会貢献ですよね。世の中のつまんないやつを駆逐してはいって言っちゃいましたけど公式見解ですね。点々反転は世直しだと思ってやっているっていうチームとしての見解が中村さんが出されましたんで。オフィシャルじゃないもんね、ごめんね。でもそう思うんですよ。その世の中を結局つまんないものを排除していくって世の中を良くしていると思うので、そうしていきたいんですけど、僕の最近の悩みがこうやって世の中でなんか毒づいていくみたいなのが面白いと思って真似する面白くないやつが出てきちゃって、そうなんですよ。俺もしかして社会悪くしてるんじゃないかなっていうのを今一番悩んでて。お前もうちょっと考えてっていう。そう
だから結局その陰のものをエンパワーメントした結果僕はその面白い陰のものをエンパワーメントしたかったのに、はいはい、面白くない陰のものをエンパワーメントしてしまったんだっていうことに気がついて、確かに。で僕最近はもうバーベキューとかしようぜって言っていくようにしてます面白くない陰のものを遠ざけてみようと思ってバーベキューしようぜってみんなバーベキューしようぜしたくないですからねそいつらはバーベキューそうバーベキューしたくない層をちょっと一回振り落としてみようそういうことを最近やり始めてます、すごいバランス調整をしてコントロールしていった方がいいので、だから結論としては飲み会をどんどんやりましょう、やりましょうでいいですか。20人ぐらい集めて、そういうインフルエンサーとか僕が仕事でよくしてもらってる、すごいイケてる社長さんとか結構いるから、そういう人集めて、あと今うちの会社でチーフ面白オフィサーやってくれてる若い子とかいるからそういう人集めて、チーフ面白オフィサーいるんですか。一緒にいい飲み会しようよ。いいっすか。すいません。行きましょう。またちょっと定点判定も連れて行きますんで、じゃあそんな感じでちょっと着いたんで降りますか。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。お願いします。入れた通りで、はい、お願いします。いや、ちょっとあれですね、ちょっとスタジオの時間が足んなかったですね。そうですね。ちょっとスケジュールどうします？なんかこの後ちょっとあれですね、多分スケジュール的に足りないんで、今週分が足んないっすよね。やりないんで、ちょっともう取っちゃいます。ここで。ちょっとすいません、運転手さん、ちょっとだけ声抑えめとかでお願いしていいですか。すいません。ちょっともう取っちゃいますか、ここでパッと。はい、じゃあちょっとすいません。はい、じゃあはい、行きます。はい。今夜も始まりました火曜日のファナゾノのコーナー。今日もファンとナゾノの2人でお送りしていきます。はい、お願いします。はい、というわけでね、ちょっとね、もしかしたら外の音入ってたかもしれないんですけど、まあ気にせずにという感じなんですけども、もうそんなね、身を固くしないでね固くしないで、そうなんですよね。これが毎回ね、こういうことばっかり言ってるんでね。いやでもなんか今回だからそのちょっと違う環境で撮ってるんで、あれなんですけど、やっぱその東京の街というのはやっぱなんか色が多いですね。なんかそうですね、やっぱ色が多いですよねいや非常にやっぱカラフルだし、本当に色とりどりなね、なんか街だなと思いますけども、なんか結構やっぱ未だに新宿とかマジで慣れないですね。確かになんかほぼほぼもうなんかサイバーパンクみたいな感じに見えますよねなんか一個のね作品みたいななんか、確かになんか出来上がってる怪物みたいな感じもわかるよ。僕なんか、歌舞伎町ってすごいでっかい生き物だと思ってます。なんかね、その中でまたそのホストさんとかなんかいろんな人がまたうごめいてるみたいな感じしますよね。僕もだから上京しても10年以上経つのかも経つんですけど、未だにやっぱ東京の街すげえって思うな。いやわかります。思いますね。実家帰って戻ってきた時に東京だって思う
そうですよね。そうですよね。地方ですもんね。そうですね。僕山形で、マンさんが福岡。そう、僕福岡なんですけど、そう福岡も意外とね、その九州の中だと一番大きい町なんですけど、いやでもだから全然暮らしていくには本当にねいいとこで大好き。移住する方とかも、そうなんですよ、大好きなんですけど、どうしてもやっぱそのサブカルの面とか、それこそお笑い芸能系がどうしてもね九州って弱くなっちゃって、福岡だとしてもやっぱ映らないテレビ局あるし、その例えばねやっぱこうアーティストの人が例えばこう3大都市ツアーとかしたら入ってこない。そっか、透明版のことが多くて、5大の時に入ってくれみたいな入んないことも全然その札幌となんか仙台に取られたりすることもあるみたいなぐらいで、ライバル広島じゃないですか多分。いやでも広島には勝ってるでしょそこはそうなんだ。いや分かんないですけど、いやでも全然ありえますよね、広島のところで。あの辺りの人たち、そうですね、その広島でその九州からもその逆からも来てねみたいな時あるんで、なんかそこがやっぱお笑いが少なくとも僕はお笑いが好きだったんで、お笑いやっぱ演劇系がやっぱないなと思ってやっぱ上京してもうちょっと離れらんないなってなったとか正直あって、それでちょっと地元で就職しなかったのは正直それがあって、ちょっと親には申し訳ない気持ちはマジであるんですけどそうなんだ。親は結構地元で就職すると思ってたらしくて。そうなんですね。なんかそれうちと逆だ。そうなんですか。うちは逆にそのこれは胸を張って言いますけど、もう山形もう自利品です。自利品正直もうなんか出身だからこそ言うんですけど、どうしてもそのなんか仙台が強いんですよ。隣の宮城県の仙台市がその東北の一番で、そこと接しているのがやっぱり結構なんかエンタメが集まるってなったら仙台になっちゃうし、そうですね、多分なんでしょうね。ご飯の平均値がものすごい高いのが山形県の特徴なんですけど、何食べても結構美味しい。いいですね。食材が全部県内で取れるから美味しいっていうとこなんですけど、その実家帰って何かアクティビティとかそれこそエンタメやろうとして検索した時に何にも出てこなくて、いやわかります。それなんか上京してからたまに帰省した時に結構がっつりこう期間取っての時とかに、なんか思ったよりやることないぞみたいな、暇じゃないみたいななんかね、もともとはそこで生きてたはずなのに、そうなんですよ。多分その東京のめっちゃある環境に慣れてしまうと、いや本当にそうなんですよね。なんかそれこそお笑いライブなんてもう毎日のようにいろんな会場で同時にやってるし、だしそれこそだってその謎系のやつだってもういろんなとこでもういろんな期間大体何かしらやってるみたいなね、状況がやっぱある街なんでね。そうですね、もう飽きることがないっていうのが東京のすごいとこだなと思うのと、あとは僕はその地元に残ってる人たちが同級生の中でも何人かいて、僕がすごい尊敬をしている、本当に心の底から尊敬してて、っていうのもその多分地方出身だと分かると思うんですけど、東京と地方でなんか選択の速さが全然違う気がするんですよ。なんか地方だともう例えば19歳で結婚される方もいるし、多分20代とかだと割とみんな結婚しだして、とか子供とかお家とか車とか、結構皆さん若いうちに買ってすごくそのなんていうか言い方ですけどちゃんとした人生をしていらっしゃる感じがある。そうですね、これはわかるなマジで。私は地元にいた時から直感的にそれができないなって思ったんですよ。例えば僕東京の一番好きなのが電車がいつでも来ることなんですよ。うわーわかります。そのなんか10時って地元の時何も走ってなかったよなって思うんですけど、10時なんてもう全然まだまだの時間なのが未だに不思議に思いながら乗ったりしますね、仕事帰りとか。なんかそのフラッと何も決めずに家とか場所を出てフラッと違うところに行きたいんですよね。なんかそこに大きな選択を挟みたくないみたいなところがあって、でもなんかどうしても例えば車とかで移動ってなるともう自分で運転もしなきゃいけないし、駐車場があるのかどうかとかも探らなきゃいけなくて、そもそも電車乗るにももう本数がそこまで多くはないから、なんか駅に着くにもすごくタイムテーブルを気にしなきゃいけない。確かにその駅に行くまでも車とかありますよね。そう
多分自分はそれがすごく難しいタッチなんだろうなと思って。そう僕はなんかそれをするんだと自分で思ってて結局できなかった人間ですね。なんなら憧れがあるぐらい。でも分かります。僕もそう生きれたらめっちゃ幸せだったとは思うけど、もうできないんだったらもうなんかもうフラット電車に乗って、なんか乗り逃しても3分後には取り戻せるみたいな。いや確かになんか社会がリカバリーしてくれる環境に行くしかないいや確かにあれリカバリーか。そうなんですよ、あれはリカバリーです。そうですよね。山手線ってその時刻表全く気にしなくていいのって実はすごいよな。あれは半端ないと思います。あれすごいですよね。何も気にしでも1個気にすることが減るっていうだけでめっちゃありがたいですよね。すごいストレスがなくなる。いやわかるな。からなんか世話しない生活だなという自覚もちょっとありつつ、でもすごい地方にいた時よりはかなり楽にはなったと思ってて、考えることが1個減るだけですごい、多分人によると思いますけど、絶対そういう人もなんかね、東京の方がガヤガヤして考えること多いなの人も多分いると思うんですけど、僕もそっち側かもしれないですね。考えることをいいと思ってるんです。それが楽しいになってる人ではあるからっていうのもあって、選択肢も多いしっていうのも。選択肢は僕めっちゃ多いの大好きなんですよね。そうですね。なんか僕はなんか自分の東京感の話になっちゃいますけど、僕は東京をずっと読み込み中の街だと思ってて、永遠に完結しない、永遠に完成しない、ずっと変わり続けるし、新しい人が入って出続けるから、だからこそ結論を急がなくてもいい街になってると思うんですよ。なるほど。自分一人の今人生があって、そこから例えばどうしてもありますけど、例えばお父さんお母さんになるとか、先生に上司になるとか、例えば車の持ち主になるとか、家の持ち主になるとか、いろんな選択肢が結構絞られるのが結構苦手なところがあって、どっちかっていうと何者であってもいいし、どう生きてもいいし、どう亡くなってもいいみたいなところが僕はすごい大好きなんです。それは本当に東京でしかないですね。僕もだから今だから芸人とも言ってるし、YouTuber でもあるし、作家でもあるしっていう、なんかもうなんかいろんな肩書きをなんか兼ねて、なんかそれをなんかトータルしてなんか食えたらいいんだみたいなのを途中で思って。めっちゃ気が楽になったんですよ、正直。それはありますね。やっぱなんていうか地方のっていう言い方もあれですけど、やっぱちゃんと会社に就職して、一個の仕事で生きていく。だから芸人だとしてももうバッツリ芸人一本で養成所通うのか通わないのか、養成所行くとしたら行ってそのまま所属して、これでテレビ出るのをもうまっすぐ目指していくみたいな、なんか価値観で勝手にいたんですけど、なんか途中で本当にそれこそちょっと仕事を休んでどうしようかなって時に、ちょっと知り合いと話してる時に、なんかそれこそなんかその人のが結構もともと歌をやってて、なんかでその歌の仕事がたまにあると、作詞とかあったり、バックコーラスとか収録でコーラスとかがあるんですけど、でそれが別にメインじゃない。で別に普通に別で仕事もしてる。でたまになんか自分の好きなことの仕事がたまにお金になったりする。でそれでも全部足して合計で生きていけたらいいんじゃないみたいなのを、でもそれはすごいあります、そう言われた時にめっちゃハッとしたんですよね。そっかと思って。めっちゃわかる。なんかそれだったら芸人って名乗れるなと思って、僕はプロの芸人になれたっていうところが正直あって、それまではもうフルベットしないと芸人じゃないと思う。そうですね。だから芸人になるか、いやでも一本でそれこそバイトしながらっていうの耐えられるかなっていう感じだったんですけど、なんならね、今そんな芸人だけだとまだまだね、そんなテレビとかも出てないような人間なんで、あれですけど、なんか一応トータルでいろんなとこで知ってもらえて、なんなら例えばそれこそバキドーチャンネルの作家してるとかで芸人もやってるので入ってもらうとか、ちょっとだけなんかつながりがあるというか、なんかたまにちょ
ちょっと大きいホテルでなんかそのアネックス別館がある時になんか2階でからも行けるみたいな通路あるじゃないですか。あります渡り廊下。そう、なんか渡り廊下みたいな、なんかあれがなんか僕がやってる仕事それぞれでなんか1,2 本ずつこうつながってる感覚が僕はあって、面白い。なるほど。そう、なんかそれがあってくれてる。でも完全に同じ建物じゃないけど、たまにそこで出入りがあってくれてる環境がめっちゃありがたいなと思って。いや、それはすごい。そう本当に分かる。でそれを受け入れてくれるのはマジで東京。なんかね、そう多分なんかその特に帰った時とか、その何やってるのって聞かれる時は結構あるんですよ。その仕事、多分例えば公務員です、消防員ですとか、その会社員ですとか、みたいな感じの自己紹介が割と多いとは思うんですけど、多分そのファンさんも僕もだと思うけど何をやってるか説明するのがすごい時間かかる。難しいですね。これ本当に難しい。なんか納得させるのが難しいんですけどそうなんかでもそれが許されるのが割と僕はその地方から出てきて東京のすごいとこだなと思うし、その確かに自分がめっちゃ思い切りが悪いからなんかそのくよくよしててもなんか社会が生かしてくれるなって思ってるのはなんかこの街のいいとこかなと。それはマジでそうですね。だからなんかこう結構だからそのなんか一本で行かないとかなみたいな、なんかくよくよしてた時期が結構東京いながらあったんです。なんかあれがすごいもったいなかったなみたいな気持ちもありつつ、まあその時の経験が生きてることもあるんですけど、なんかそうですね。だからそれこそこう早くなんか上京してもうなんかミュージシャンになるんだとか、なんか結構コントの世界っちゃ世界ですけど、全然やっぱそういう街なんだなって思う感じはあって、早い決断がまた逆に言うとできるっていう感じでもあるというか、そういう側に振り切る全部が割と許容される街であるなと思ってて、僕なんか高円寺がめっちゃ好きなんですよ。中野と高円寺がすごい好きで、それはなんかその人には正解っていう風に例えば経済的にとか一般的には思えない正解でもすごく貫いてらっしゃる方がいて、なんかそれはそれで成立しているっていう。確かになんかなんだろうな、なんか昨今のすごい言葉になっちゃったけど、なんかダイバーシティというか確かにでもそうですね、あの辺のそうなんかでままその成功しないまま終わっても、多分いいっていうのがすごい僕は幸せなことだなと思ってて、なんかなんだろうな、その今って結構その絶対に成功しないといけないというか、失敗するのが怖いって思うことが結構多くなってきたんですけど、僕もそうですね。それこそ夢を追っている中で終わってしまっても多分いいっていうぐらい、そのなんというか自分の選択に自信を持ってる人もいれば、なんかそれが揺らいではいるけどでも続けてる人もいて、なんかその文学性というか、確かに街独特の何者にもなれないけど、でも何者かにはなりたいって思ってる姿がすごく形になってる場所だなと思ってて。いや確かに。でなんかそういう人のなんか一部が本当になんか変なタイミングで急にスポットライトが当たったりもするしっていうなんか面白さもあるしっていう、急にスタンダブにのし上がったりもするし、なんか辺りを夜歩いてるとめっちゃ好きなんですよ。僕も辺り、それこそお笑いライブもよくあるんで行くんですけど、いいっすよね。なんか辺とか中央線沿い、下北とかもね結構僕は好きなんですけど、下北もいいですよね。劇場いっぱいありますもんね。そうですね。なんかで行くようになってはあるんですけど、なんか意外とでも昔からのなんかこう下町の部分みたいなのがちょっとはあるみたいな。でもあります。でなんかそれも受け入れてくれてるみたいなのはすごい見ると安心するんですよね、マジで。なんか新しい建物となんか古い建物がすごいごっちゃになってるのがあって、僕はそれもめっちゃ好きなんですよ。いやでないですよね。やっぱ一気に変わっちゃうから、なんか地方の開発ってそうですね。なんか急になんか離れたとこになんかすごい量販店がいっぱい出てそこに車でみんなで遊びに行くみたいなのとかがあるけど、確かにあれはあれでね、華やかさとなんかね、一個の形なんだろうけど、なんかねくっきりしてていいなと思うのもある一方で、だから多分我々はなんかすごいなんか擬音にするとなんかグズグズなのかもしれないですねそうでもグズグズをでもやっぱ悪いと決めきっちゃってたから、昔は僕はなんかそれがでも
でもいいじゃんって今思えてるのはそのままでいいやみたいな感じがあります、幸せかもしれない。なんか本当にやっぱなんかね、その最先端って言うと聞こえはいいけど、本当にその見つかってないだけのもういろんなものがあるみたいなのあって、やっぱおもろいなとも思うし、そうですね、なんかいろんなものを知る。なんか YouTube ってね、どうしてもやっぱこれは別に地方の人でも見れるっていうか、その場所関係なく見れるんですけど、やっぱそれをなんだかんだね、なんかその YouTube の感じはやっぱ東京的ではあるというか、でも確かにすごいわかります、なんか動画がどんどんアーカイブされていく中で、その新しいスタイルとかそうですね、ショートみたいななんかテックが入ってきて、そこでまた潮流が変わってみたいな、そうなんかそこもなんか面白いし、なんかその時代になってるのはなんか自分的にはこう楽しめてる感じはあるんですけど、確かにそういう意味だとそのなんか自分たちが子供の時よりはなんかだいぶおそらくいろいろ生きやすくなった人はいるんだろうなと思って、そのなんか昔はそれこそ東京にもう集まってくるしかなかったのが、もう今インターネットを通していろんな場所でそのコミュニティができてて、そうですね、僕もインターネットなんなら会ってくれたおかげでも実はあって、僕は本当にお笑い好きだったけど、全然今はもう人前に立ってるんですけど、やっぱそのもう人見知りな人間だったんで、そうなんですね、やっぱ舞台に立つなんてのは考えられなかった、でもやっぱ芸人になるってそうじゃないですか。でもなんかインターネット上でなんかお笑いのなんか台本だけ書くみたいなサイトがあったんですよ。これ偶然見つけて、そういうなんか趣味の集まりなんですけどがあるんだみたいな。で僕はそこでずっと発散してて、中高時代実は。そうなんですね。そこでもうひたすら台本書きまくって、僕台本、その自分が演じない台本を本当多分中高まで多分100本ぐらい書いたんですけど、すごいがあって、でもなんかそこのそれこそ上京してからそこの人となんか出会ったりとか、なんだそれでなんかとか、僕はお笑いサークル落研に大学で入ったんで、そこでまあなら立ってみるかとかもあったり、でもなんかそれがなんかきっかけ、なんか間に入ってくれる存在というか、その何もない人間がいきなり舞台に立つの間になんか立ってくれたのがめっちゃありがたかった。確かにそうですね、なんかそれのおかげで今なんていうか芸人としてやれてるし、なんか別に芸人と言いつつも別に裏方作家だけでもいいし、っていう感じでやれてるのはなんかそういうなんか時代の流れ的には僕的にはかなり嬉しいというかね。そうですね、生きやすくなってる気はしますね、そういう意味でも選択肢だいぶ増えましたよね、昔よりは。なんかそうですね。でもなんかその中で、本当にこう先鋭的なものがこう増えてる世の中で、なんかこうたまにこう一個前にも戻ったやつが急に出てきておもろいとかもあったりして、なんかそれはそれでおもろいみたいな。なんかあって、最近平成レトロみたいなことが流行ってきたっていう、なんかあの感じおもろいよなと思ってて、なんかお笑いもたまにあったりもするんですけど、確かになんか最近なんかこれおもろかったのとかあります？僕ちょっと今の流れで一個思いついたのがあって何ですか？あれはスタミナパンさんっていう芸人漫才師の方で、M1 今多分準決勝に3連続ぐらいで行ってる方で、僕正直実は面識ないんですけど、がYouTube やってらっしゃって、片方の麻婆さんという人がいるんですけど、スタミナパンの麻婆さんって、スタミナパンの麻婆さんっていうなんかもうすごいこうキャラクターみたいなこう丸々した可愛らしい方がいるんですけど、が迷路を描くのが得意なんだって言って、その迷路を描くっていう回があったんですよ。なんかこの回が僕めっちゃ好きで、でも本当にめちゃくちゃ原初的なんですよ。そのまずその迷路もその作ってきましたとかじゃなく、会議室のあるでかいホワイトボードにその場で書くんですよ。すごいな。その場でペンで喋る。高校生がやってる。そうですよ。そうペンでそのまま書いて、その相方とし田さんがいているんですけど、なんかいや何やってんだよみたいな、そのあやかっちゃうみたいな言いながら、いやでも俺得意なんだよって言いながらやって完成しました。じゃあ解いてみてくださいって言って、そのままその画面がアップになって。
動画上2分間ずっとその画面になるんですよ。まず解けてそうみんなで解きましょうって言って辻田さんの声だけでいやこう言ってみたいなのを2分間やった後に実際に答え合わせみたいな、このなんかYouTube 動画などにまずその2分間どうにでもそうできるのにみたいな、なんか戻ってる感、確かに小学生の時メイドとか書いたよなみたいな、あれをなんかこうコンテンツにしてる人初めて見たと思って、で絶妙にまたメイドの難易度がちょうどいいですよ。そうなんだちゃんと2分尺で解けるようにマジでちょうどよくて、すごいな。一回ここ行ったらもうおしまいだよみたいな道を作ってたりをなんか結構その場でやってるみたいなのが、これがねマジで最近好きで、ちょっと見よう。ちょっとそのメイドのそんなのがあるかわかんないですけど、なんかこのメイドの仕事をスタミナパンサーに来てほしいけどメイドの仕事ってあんのかなっていう。あるのかな。パズル作家は聞いたことあるけど、確かにそうメイド作家の方はそう、しかもその即興メイド作家なんで即興メイドか難しいな。あるようでないジャンルあるようでないあるようでないが、ちょっとマジでスタミナパンさんちょっとお話しする機会あったらマジでちょっとこれを伝えたいんですけど、そうですね意外とこの原初のことをやってる原初ですね。なんかあったりします最近思うかった。原初か。原初じゃなくてもいいですけど原初でも原初中の原初でいくと、謎解き界隈で、あんまりすごいって言われてないけど実はめちゃくちゃすごい人がいて、なんかそのなんだろうな、読売テレビ系列の謎解き会社の YT ってとこを、リーダーやってる田中さんって方がいるんですけど、その方がコナンの謎解きクリアファイルとか出してらっしゃるんですよ。その人が、その謎解きの人間たちが一番悩んできたマネタイズっていう部分をなんか一人で最善手をもう6年7年前ぐらいに完成させてて、もうなんかその要はコナンの謎解きクリアファイルがすごく人気がある商品で、毎年結構シリーズが出てるんですよ。でそれでちゃんと会社の収益とかを上げれるぐらいの謎解きの強い商品がもう 6,7 年前には出ていて、なんかその結構やっぱり謎解きって人件費とか場所代とかが結構高いのが問題にはなってるんですけど、それをもう全部解決しちゃってた人と最近割とお話しする機会が結構多くて、僕は今その人のことを一番尊敬してるんですけど。確かになんか最近そういうのね割と他のも見る気はしたんですけど、そんな前から割となんかね最近だとそれこそ展示系とか、その大規模なそのお店が新しくできたりとかが割と話題にはなりやすいんですけど、なんかあの辺りのそのやっぱり損益とかを考えた時に、なんかこの人ってこんな頭いいんだっていう話聞いててすごい思って、それにハックしてるというかやり方自体をずっとそのなんかいいところをずっといける人なんだ。潜んでたんですよずっと。なんか面白いのがその、なんだろう、インターネットの謎解きの感想としてはあんまり上がらないんだけど、でも売れてる数が圧倒的に多い。なるほど。っていうことは、インターネットをやっていない、それこそ僕たちが地方とかに住んでた時の、ご家族とかが買ってらっしゃるんですよ、映画行った時に。いや確かにそこにこう手を伸ばすのって確かに僕も結構難しいというか、一番僕たちが欲しがってたその初心者へのというかやったことない方へのアプローチっていうのをもう完成させてたっていう。いやこれすごいな。これなんかやっぱその制作の側目線すぎはするんですけどでも本当になんかこれってでもめちゃくちゃ正直大事で、本当にマスに届いた場合は、インターネットには感想が上がらないっていうのを知った時にもう衝撃を受けて、そうか確かにインターネットってまだ世界の一部でしかないんだみたいな。いやこれちょっと本当にたまに思わなきゃいけないってマジで思います。やっぱインターネットに生かされてる人間だからそうなんか僕もそうだから思うけど、でもなんか外側の世界の方が広くて、でそのなんかインターネットにしか生きれない人たち以外の人たちもいっぱいいて、そういう人たちに届けるのがエンターテインメントなんだなっていうことを一段知るだけで結構その
自分が作る上での視座が変わりそうだなと思って。いやそう良くも悪くもねやっぱ価値観がガラッと違ったりするし、なんかその何に価値を置いて何に価値を置かないかがこんなに違うのって時めっちゃ違うと思うあるから、いやこれめっちゃちょっとマジで肝に銘じないとな。でその田中さんなんかそういうそのマスに届けるようなフレームも完成させながら、自分でめっちゃ尖ったものも作ってるんですよ。うわかっけ両方横断できてる上のキャリアの方なんで超かっこいいんですよ。やっぱピカソが絵うまいみたいなことですよね。そうピカソが絵も商売もうまいみたいな感じの人が実は潜んでるんですよ。いますよね。やっぱそういうのってやっぱかっこいいんだっていうのをね、めちゃくちゃかっこいいですね。意外と見えないけどっていうのはやっぱ仕事を真剣にやって結果出してる大人の人ってかっこいいなっていうのを最近思います。そうですね。もうそうなりたい。仕事ってねいろんなものがあるってもやっぱこの街に来て知ったことではあるんでっていう感じ。いろんな出会いもあるし。じゃあそろそろなんか尺十分そうですね。そうですね。よかったです。では、火曜日のファナゾの次回は、4月27日水曜日にお送りいたします。はい、ありがとうございます。はい、それではまた良い夜をお過ごしください。お過ごしください。はい、お疲れ様でした。よかった。ちょっとあれですね、ちょっと楽しくなっちゃって。そうですね、尺が全然なんかいろんなとこうろうろしちゃう。そうですね。ちょっとなんか運転手さんがめっちゃ気使って、すみません、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとそうですね。大丈夫なんでじゃあ戻してもらっちゃいますか。はい、じゃあちょっと時間大丈夫ですかね。帰れます。大丈夫大丈夫ね。もうちょっと最近やっぱね歩かなきゃと思ってるんでね。確かにそうですね。ちょっと早歩きで。じゃあちょっとすみません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、失礼します。はい、失礼します。もしもし、タクシー1台お願いしたいんですが、はい、不当の方です。はい。声の低い男性と、ひょろっとした男性が立ってます。はい。お願いします。